はい、皆さんこんにちは。SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、ついに出ました。アウトバックウィルダネスの中古車についてお伝えしていきたいと思います。ロッキーさんのホームページにですね、アウトバックウィルダネスの中古車が掲載されました。車両価格、乗り出しとして635万円という個体になってます。私の動画のコメントにですね、あのウィルダネスもしかして売りましたっていうようなコメントがね、来るんですけれども、あの個体は私の車ではありません。はい。私のウィルダネスは、とりあえず今のところですね、車検を通して乗ろうかなとね、考えておりますので、まだ手放してはおりません。中古でね、販売されているアウトバックウィルダネス635万円。価格的に高いの安いのどっちなのってね、思うかもしれませんけれども、これはね、まあ人それぞれ感じ方があると思うんですが、まあ昔に比べると、円安の影響で車両価格全体が上がってますから、昔に比べると、やっぱりちょっと値上がってる感はあります。そう、あるんですけれども、あの中古で販売されているアウトバックウィルダネスはですね、国内でも使いやすいように全オーナーさんが、改良してくれてるんですよ。それは何かというとですね、サイドミラーです。アウトバックウィルダネスのサイドミラーは基本的に手動式になっているんですけれども、あの中古で販売されているアウトバックウィルダネスは電動格納式なんです。あれは全オーナーさんがお金をかけて改良してくれてるんです。で、その改造費、ちょっと気になっていくらぐらいなのかなと思って聞いたらですね、結構高くて、その値段を聞いたら私ならちょっとやらないなっていうような金額だったので、まあそれを考えると、そこまでバカ高くないのかなっていうような印象もあります。で、走行距離24000キロっていうところですけれども、まあ走ってないよりかは定期的にコンスタントに走っている車両の方が不具合等は起きにくいと思うので、結構ね、あの個体を買うっていうのはですね、私個人的にはありかなとは思いますね。この動画をご覧になっている方の中でも、アウトバックウィルダネス非常に興味があって乗りたいっていう方ね、結構いらっしゃると思うんですけれども、ロッキーさんから出ている中古車に関しては、結構ね、良さそうなので、おすすめできるかなとは思います。ただ、まあ、アセントであったり、まあ、ウィルダネスでもね、そうだと思うんですけれども、まあ、並行輸入車ってね、やっぱなかなか手を出しづらいですよね。その気持ち、ものすごくわかります。壊れたらどうしようとかね、いろいろね、あると思うんですけれども、実際に私が並行輸入車に乗ってきた印象もお伝えしていきたいと思いますので、今後の参考にしていただければとは思います。まず、故障関係ですけれども、まあ私、約2年半乗ってきておりますが、私の個体では大きな不具合は起こってはおりません。極めて元気にですね、走っております。で、私個人的にもね、やっぱり定期的に乗るようにはしていて、1週間に1回必ずエンジンかけて、30分ぐらいはね、走るようにはしているので、そういったところも、まあ順調にね、運転できているっていうことにもつながっているとは思います。で、維持費関係ですけれども、維持費は本当に国内のスバル車に乗るような感覚で乗れてます。基本的なオイル交換、エレメント交換っていうところですね。まあそれがほぼっていうところになっているので、維持費はね、本当に国産車と変わらないと思います。そして任意保険に関しては、これも国産のスバル車とほぼ変わらないと思います。アウトバックウィルダネスには20等級を当てているんですけれども、その20等級車両保険付きで月々約5000円っていうところなので、ね、
車両保険ついてその金額っていうのは国産の、車と変わらないっていうところですからね。任意保険の面からしてもバカ高くはないぞと、現実的な金額で、乗れるという車です。何が一番心配になるかっていうと、やっぱり壊れた時部品を本国から取り寄せてくる必要があるので、その部品代がちょっとね割高になってしまう感はあるとは思います。そのあたりはですね、しっかり理解した上で購入する必要があるとは思うんですけれども、基本的には、スバルの、車作りにはなっているので、大きな不具合っていうのはそんなにね、起きないみたいですね。本国でも信頼性高く、乗れている車っていうこともあるらしいですから、大きな故障のリスクっていうのは低めなのかなとは思っておりますが、こればっかりはどんなタイミングで起きるのかわからないので何とも言えませんけれども、今のところ私の車に関しては、国産のスバル車と同じような感覚で、乗ることができているといった形になってます。なのでこれから並行輸入の、スバル車にね、乗りたいなって思われる方はですね、この辺り参考にしていただければとは思います。アウトバックウィルダネスは正直新しい加速騒音試験に合格できないだろうという、感じになっているので、もうですね新車では入れることができない、輸入してもナンバーが取れるかどうかわからない車になっちゃってますから、本当にアウトバックウィルダネスに乗るならば国内にあるものを乗っていくしかないのかなというね、そんな感じでございますからね。本当欲しい方はいい個体に巡り合ったらですね、本当に勢いで、購入するぐらいでも良いのかなとは思います。で、私もそうでしたけれども、本当ね、ウィルダネス購入するとき、ほぼ勢いで買ってしまった部分もあったので、結構ね、勢いはね、必要かなとは思います。いろいろ考えちゃうと本当に買えないので、購入するには勢いも必要な車だと思いますので、アウトバックウィルダネスが本当にね、欲しいっていう方は、私はね、ロッキーさんの、中古車をね、おすすめしたいと思いますので、ぜひぜひご検討いただければと思います。ということで、今回はロッキーさんから出たアウトバックウィルダネスについてお届けいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。